こんばんは。こんばんは。本日4月24日木曜日の乃木曜日を担当する乃木坂466期生のあたごここねです。よろしくお願いします。すごい乃木曜日初登場でめっちゃ緊張してるんですけれど、楽しいお話を皆さんにできたらなって思います。よろしくお願いします。皆さん今日何されてましたか？お仕事お疲れ様です。すごい学校とかお仕事の方もバイトも皆さんこう終わった後に私の乃木帯を見ていただけてすごい嬉しいです。ありがとうございます。ココネンのことずっと思ってたよってありがとうございます。大学お疲れ様です。今帰り、気をつけて。そう、顔がもう赤くなっちゃってて緊張してたらもうめっちゃ暑いです今。では早速なので初めましての方もいると思うので少し自己紹介をしたいと思います。はじめまして、兵庫県出身19歳の、あたごここねです。ニックネームはここねんって呼んでいただけたら嬉しいです。趣味はなんかスーパーとか薬局に行くのがすごい好きでブログにも書かせていただいたんですけど、なんか休みの日とかあんまり外に出るタイプじゃなくて結構インドアな方なので、なんか思いつきでスーパーとか薬局行って気づいたらもう3、40分滞在してるとかも結構あって、なんかあとなんかいろんなスーパーとか薬局行って一番安いお店を探したりとか結構特技かもしれないです。あと最近はなんか雑貨屋さん、東京の雑貨屋さん巡りにちょっとハマってて、まだでも3、4箇所ぐらいしか行けてないんですけど、これからいっぱい回っておしゃれなグッズを探したいなって思ってます。と好きな食べ物は初披露の会の自己紹介でも言ったんですけど唐揚げが大好きで、高校の時本当にあの食堂の列に並んで毎日唐揚げ食べてて、高3になった時に同じ部活の子からなんか高1の時毎日列に並んで唐揚げ食べてたよねって言われてすごい恥ずかしかった思い出があります。なんか私の性格すごい自分でもあんまよくわかんないんですけど、せっかちとマイペースが混ざった性格で、なんだろうな、なんか歩くスピードはめっちゃ速いんですけど、家に帰った瞬間にマイペースになってお風呂入るのに2時間ぐらいためらったりしてます。
ね、関西人あるあるなのかな。でも同じメンバーの海部あかりちゃんと増田みりねちゃんはどっちかっていうとマイペースなのかなって思います。はい、ということで早速なんですが、まずは乃木帯選手権特別編をやりたいと思います。6期生初登場を記念して6期生全員で行う特別な乃木帯選手権です。6期生全員で行う競技は先週に引き続き6秒66体内時計です。ストップウォッチを押して6秒66ジャストで止めたいと思います。一番6秒66に近かったメンバーはご褒美として素敵なプレゼントが贈られます。ちょっと1位目指して頑張りたいと思います。いきます。よーいスタート。5秒88でした。わあ悔しい。ちょっと6秒にもいかなかったです。じゃあ今のところ誰だ？みつき一番なのかな。すごいみんな6秒台結構いってる子がいてすごいです。5秒88。5秒台。でもひなのがいる。5秒88。はい、こんな感じです。悔しい。やっぱりちょっとせっかちが出ちゃったのかもしれないです。ここで次に前回の配信メンバーからの宿題をやりたいと思います。前回の、宿題はオズレイナちゃんからのモノマネを一つ披露してくださいということで、すごい。ちょっと大丈夫かな。唐揚げめっちゃ可愛い唐揚げもレモンかなも書いてくれて、やることが可愛いです。はい、ということでなんか昨日おずちゃんの配信で私のことをお姉ちゃんだって言ってくれて、一番逆に末っ子の増田みりねのモノマネをしたいと思うんですけど恥ずかしいなんかみりねって結構みんなから末っ子末っ子って言われてて、でも私そしたらなんかミリネが全然じゃあミリネが否定するモノマネをしようと思います。大丈夫かな。ちょっと温かい目で見ていただけたら嬉しいです。いきますミリネ一番年上やで大丈夫かな。恥ずかしい。ミリネが毎回言ってて、なんか全然ミリネ末っ子じゃないでって、ここねより年上やでっていうのを言ってくるんですよ。でも全然私の方が年上です。なんかね、本当に電車の乗り方とか
乗り換えとかももう一緒にいてあげないと不安で、でももうついね、可愛いのでずっとついていっちゃうんですけど、みんなから末っ子末っ子って言われてて可愛いです。えーっとでは次回メンバーにここで宿題を出そうと思います。次回メンバーは森平うるみちゃんです。なので森平うるみちゃんに宿題を出したいと思います。はい、次回メンバーの森平うるみちゃんへの宿題はじゃーん、猫っぽく可愛い一言をくださいです。うるみちゃん、お顔もすごいね、高級な猫みたいな本当に綺麗なお顔で、性格もちょっとシャイなところもあったり、なんか本当に可愛らしい性格で、なのでちょっと猫っぽい可愛い一言をお願いしたいなって思います。うるみなら多分きっとすごい可愛いセリフを残してくれそうなので、この宿題にしました。皆さんお楽しみに。はい、なんかひなのがね、ひなからひなはらっていうのを受けてたみたいで、じゃあちょっと質問とか読んじゃおうかなって思います。なんだろう、乃木坂入ったきっかけはなんかいっぱいあるんですけど、もともと本当にやりたいことが何にもなくて、なんか将来高校生の頃とか周りのみんながやりたいこととか決まってる中で、私は本当に何にもやりたいことがなくて結構悩んでて、そのまんまずるずる気づけば19歳になってたんですけど、乃木坂の6期生のオーディション募集の時に人生はほんの一歩で変わるっていうキャッチコピーを見て、なんか私もすごいなんか自信もなくて、その時なんかやってみたらなんか変われるのかなって思って応募してみました。なんか春組も応募しようと思ってたんですけど、最初は。でもなんか本当に締め切り数分前に怖くなってやめちゃって、でもなんか
その夏組がなんか募集される間の期間にすごい後悔しちゃって、やっぱこれって本当に自分がやりたかったことなんだなって思って乃木坂に応募しました。はい。なんかコミーグリとかお会いした方にもなんかよく乃木坂入ってくれてありがとうございますとか、これから楽しみですって言っただけで、いやなんか本当にありがたい言葉を皆さんにかけていただけて、これからもっともっと頑張ろうって思えるし、なんかファンの皆さんの活力をいただいて、こう私ももっと皆さんの期待に応えられるようにこれから頑張りたいなって思います。なんか本当にありがとうとか、ありがとうございます、もうこちらが。なんか先日の乃木坂工事中も見ていただいた皆さん、本当にありがとうございます。いやーなんかすごい暴れ回っちゃって恥ずかしいんですけど、なんかミクさんが本当に優しく、もう本当にミクさん優しくて、なんか全然できなくてもなんか大丈夫だよとか、もう目線も温かくて、こう打ち合わせの時からもういろいろ提案してくださって、あ、打ち合わせの帰りにミクさんがなんかご飯に連れて行ってくださったんですよ。なんか打ち合わせ終わってこの後何するのって聞かれて、なんかよかったらご飯行かないって誘ってくださって、もう初めてお話しさせていただいたんですけど、その時もうずっと憧れの先輩とご飯なんてもう嬉しすぎて、目の前に向き合わせ対面で座ってたんですよ、ご飯。でももう可愛すぎちゃって、もうめっちゃガン見しちゃって、でも喋れなくて、いや本当にずっと緊張してました。美味しいハンバーグ屋さんに連れて行ってくださって、なんかその目あってもニコってしてくださって、もうその顔が本当可愛すぎて、もう直視できなかったです。いや見てたんですけど、めっちゃ直視しちゃったんですけど、本当に可愛かったです。やってみたいお仕事なんだろうな。なんかなんだろう、本当にもう何でもやりたいんですけど、私もドラマが大好きで、刑事ドラマとかもう小学生の頃からもう毎日そのために走って帰ってたぐらい好きなので、ちょっとドラマとか演技やってみたいなって思います。そう、相棒がめっちゃ好きで、小学生の頃相棒を見るために帰りの会あるじゃないですか、小学生って。もう帰りの会を終わった瞬間教室飛び出して走って帰ってました。この前のその先日の工事中でもお話しさせていただいたんですけど、5期生さんの伊予木真央さんと小中一緒で手振らせていただいてて、もうその時から本当にめちゃくちゃ綺麗で、学年集会とかで真央さんが立たれた瞬間に
ずーっと目で追ってて本当に綺麗でした。6期生にもね、同じ兵庫県出身の海部あかりちゃんがいて、これ結構気になってる方多いと思うんですけど、タイムリミット片思いの黒板に相合い傘って書かれたあかりんとここねんの真相に多分ね、気になっている方が多いんじゃないかなって思うので、今日そのお話をちょっとしようかなって思います。あのあれあれ書いたのがウルミンで、なんで書いてくれたのかな。でもやっぱちょっとカイベとアタゴはラブラブってことで、多分これ言ったらあかりんに怒られちゃうかもなんですけど、なんか私がアタゴンって呼ばれ始めたのは、こうどこかのタイミングで中学校の時に私がアタゴンってクラスでみんなに呼ばれてて、なのでそれを話したらアタゴンっていいねってみんなメンバーが言ってくれて、なんかたまにアタゴンって呼ばれたりもするんですけど、最近はココネンとか、アタゴちゃんはあんまりいないかな、ココネンココネとかが多いのかなって思います。なんかアタゴンってすごいキャラクターにいそうですよね。なんか中2かな、中2のクラスでみんなにアタゴンって言われてて、すごい気に入ってて、結構なんかミーグリとかでも聞いてくださる方が多いので、なんかお話できて嬉しいです。あとなんか先輩の神奈川さん、この前話しかけてくださったんですけど、あの私がいつも神奈川さんが綺麗すぎてすごいずーっと目で追っちゃうんですよ。そしたらなんか最近よく目合うねって言ってくださって、まさかの頭なでなでをしていただいて、もう嬉しすぎてやばかったです。初対面の時も神奈川さんがこう私の結構前にいらっしゃって、その時もすごい優しく見つめてくださって、もうその時から本当に虜になっちゃって、もうめちゃくちゃ綺麗でずっと見つめちゃいます。なんか質問とかあったりしますか？そうなんですよ。私結構人の目を見つめる癖があって、いやなんかやめた方がいいのかなって思うんですけど、なんか気づいたら本当に無意識で気づいたらなんか目を見つめちゃってて、目が合った時になんか申し訳なくなっちゃうんですけど、癖で。好きな乃木坂の
曲は「人は夢を二度見る」で、なんか私オーディション期間にずっと聴いてて、なんかその時も本当にこの道選んでいいのかなみたいな悩んでて、なんかオーディション行く途中でももう何回も帰ろうとしてですけど、なんかちょうど「人は夢を二度見る」を聞いてて、今やりたいことを諦めちゃったら多分後悔するなって思って、すごい背中を押された曲で大好きです。ね、いい曲ですよね、本当に。スター誕生も6期生が来週から登場番組をねさせていただくんですけど、本当に先輩方が大切に築き上げてきてくださった本当に素敵な番組なので、私たちも大切に責任を持って頑張りたいなって思うので、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。はい、今回乃木帯初登場っていうことで、もうめっちゃ緊張しちゃったんですけど、皆さんの温かいコメントを読ませていただけてすごい楽しい時間でした。じゃあ最後もうちょっとで終わっちゃうので、スクショタイムでもしようかなって思います。何がいいかな。じゃあここね、ポーズなんか勝手に名付けちゃってるんですけど、はい、初披露の回でちょっと真っ赤な、もう本当にすぐほっぺが真っ赤になっちゃうんですよ。今も多分やばいです。あと何がいいかな。はい、あと工事中でもじゃあキノコポーズこれすごい恥ずかしいんです。なんかこれしか突っ込むする予定だったんですけど、もう頭真っ白になっちゃって、これやるしかないって思ってキノコをやらせていただきましたでもウインクできないんですよねできてるかな。じゃあ明日猫っぽい一言飲んだので、今日は猫で。はい、縮小タイムはこの辺で、ということで、インスタグラム、YouTube、TikTok にて初披露の回の個人ハイライトムービーが公開されています。さらに乃木動画にて初披露の回の、直後に撮っていただいたソロインタビュー動画が今後公開いただけるそうです。そちらもぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。次回の乃木帯は森平うるみちゃんです。それでは本日の相手はあたごここねでした。皆さんありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。